この山ができ始めてからもう無理だなというか、この量は捨てられないんじゃないかな。ゴミ袋に詰めてそのまま、前はなんか人が来る時とかにこうに物を詰めてこうする時にこれ食べたりはします。結構袋ゴミが溜まっていってますね。皆様こんにちは。関西クリーンサービスの太田です。はい、本日はですね、某マンションの14階に来ております。もうすでに、エレベーターの養生だったり、共用部分は、養生させていただいております。はい、お聞きしてるんですけども、30代ぐらいの女性で、お仕事は事務職関係のお仕事をされています。今からする現場では一人で暮らされているお家になります。今日も気合い入れて片付けていきます。失礼いたします。こんにちは、どうもよろしくお願いします。お願いします。結構失礼しますね。袋ゴミが溜まっていってますね。お客様すいません、早速なんですが、お部屋の中、間取りとか、そういった部分をご案内していただきたいんですけども、よろしいですか？はい、お願いします。まず奥から行きましょうか。はい。はい、ここにやってきました。ここのお部屋はどんな形で使われているお部屋なんですか？普段使うとか、はい、あとは食事をするときにこれ食べれたりはします。なるほど。椅子に座って、お食事をされたり、要はお仕事とか、はい、なるほど。でこちらはキッチン。ここは基本は全くですか？なるほど。もう袋に詰めたゴミとかをもうこっちには置いているような形ですね。はい。料理とかはキッチンでされたりは？前はしてたんですけど、もう途中からもうしなくなりました。はい。なるほど。こちらのお部屋はほぼ使ってない部屋です。はい。前はなんか人が来る時とかにこうに物を詰めてして隠してたんですね。なるほど。お客様、早速質問なんですが、この状況、いつ頃からこのようになっちゃったんですかね？そうですね、2年半くらい前ですかね。確かベランダに鳩がこう襲来しまして、鳩があるあるですね。そうですね。でこう洗濯物とか干せなくなってきて室内で干すようになったんですけど、はい、この廊下の方に物干し座をこう出してたの、はい、狭くてゴミ出しとかがちょっと億劫になって、なるほど。でそれプラスちょっとそのタイミングで仕事が忙しくなってきて、帰ってきたらご飯食べて寝る。なかなかゴミ出しも本当に厳しい状態ですよね。はい、なるほど。どれぐらいそのゴミが溜まってから、はい、もうどうでもいいわっていう感じになりました？そうですね、そうですね、このキッチン側にこの山ができ始めてからもう無理だなというかトータルの山ができ始めてからっていうのもあるんですけど、はい、この量は捨てられないんじゃないかな。なぜ依頼をしようと思ったんですか？今ちょうど建物の修繕の時期が来てて、いろいろ訪問業者さんの訪問とかが来るようになってるんですけど、はい、それにちょっと対応できない、入れることもできないなって思って、はい、それをなんとかしないとと思って。ちなみに業者さんはまだ来られてはないですか？はい、なるほど。先ほどここでお食事されてるっていうことなんですけども、もう本当にその格好、要は椅子に座った状態でここに広げてスーパーでお弁当を買うとかコンビニとかで。お部屋の匂いとかって結構気になったりはしないですか？しますね。基本ゴミ袋に詰めて、はい、そのまま。寝るとき体ってどうですか？結構
構寝づらい時もあるかなっていう状態です。本日は見込みなんですけども、4時間ぐらいで作業を終わらせたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。お客様結構ゴミ袋詰めていただいてますので、僕らまず確認するのが危険物、ライターやマッチやらスプレーっていう、危険なものが入っていないかを確認します。その危険物確認しつつ、袋の中に入ったもの、要は仕分けですね、分別しながら、作業となります。そうですね、結構大変です。やっぱり、今回に関してはペットボトルとか紙とか結構やっぱりしっかり分別しないといけない部分はありますので、なかなか大変ですね。やっぱりゴミ箱を置く、例えば燃えるゴミ、燃えないゴミ、そういうやっぱり分別をできるゴミ箱を置いた方がやっぱりしっかり分別できるんじゃないかなと僕は思います。まずは極力掃除をする、1日、1回でもいいので掃除をするっていうのと、出たゴミはしっかりゴミ箱を設置して、燃えるゴミ、燃えないゴミ、紙は紙でしっかりくくるなりして分別をしっかり家の中でして、溜まってきたら週によって燃えるゴミ、燃えないゴミ出せる日があるので必ず出すという、そういったところでやっぱり家の中はしっかりきれいになるんじゃないかなと思います。これね、やっぱり今危険物ないかっていうのと、今見てる袋は結構食べ物の後、要はコンビニの弁当だったりそういった、ものばっかりなんで、もうこうやって結構お客様がしっかり分別して袋に入れていただいてるので、僕らはもうそれを一応しっかり確認しながら出していきます。そうなんですよ、最初やっぱ処分するので、これは燃えるゴミでいけそうなんで燃えるゴミで出していきます。お願いします。もう本当に危険物かないかっていう見ながらの分別ですし、これだともうまんまペットボトル袋になってるので、これはこれで処分という形になります。はい、お願いします。袋によっては稀にハサミとかああいう刃物とか入っている部分もあるので、例えばそれをこう運ぶ時に怪我したりするので、そういったものも見ながら作業しております。僕今ざっと見る限りではお客様が寝られてた部屋がちょっと大変かなと、思います。結構ペットボトルが袋に入ってない状態なんで、それを袋に入れていったり確認しながらなんですけど、それが大変かなと思います。太田さん今、はい部屋掃除してますけど、はい、太田さんの家って綺麗ですか？もちろんですよ。もちろん綺麗やで。海抜4メートルとか。んなわけあるかい。本当に綺麗ですよ。全然やっぱり綺麗好きなんで僕は。掃除もそうなんですけど、結構性格出たりね。やっぱりこの仕事に向いてる人とかっています？もうめちゃくちゃやりがい感じます、僕この仕事は。やっぱり太田さんみたいに筋肉質な方が。です。
危ない危ない。和田さん、そういうの人に向けたらあかんで。あかんで。皆さん、これもしよかったらお買い取りとかってさせてもらってもう一つあたりもうまとめてなんですけど大丈夫です。ありがとうございます。レミ言われた。お疲れ様でした。ただいま、部屋の清掃片付けが終了いたしました。すごい綺麗になったと思います。お客様どうですか？久々に床を見れて、広々使えるようになってすごく良かったなと思います。よかったですか？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、これから、今ゴミがなくなったので、この状態、要は溜めずに、綺麗にできそうですか？はい、できます。できそうですか？はい。はい、よかったです。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。